ノマドスカルプトで作るレモンの作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。このように中が空洞になっているレモンを作ります。デフォルトで入っている球体を左上のシーンから消去してください。追加からボックスを追加します。少し右から見て、青い丸を持って厚さを薄くします。検証をタッチ。右上のボタンからトリムをタッチ。果実の形になるように雫型にトリムします。左下のボクセルの数値を120くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズをタッチ。左のバーのミラーをタッチ。X と Z を有効にします。スムーズで滑らかにします。ミラーが働いているので裏も滑らかになります。左上のシーンから何も選択してない状態で放射状を追加します。緑の矢印を持って雫の先端に移動させます。ラジアル Y を1にしてラジアル Z の数値を増やします。シーンで放射状とボックスをグループにします。複製されました雫型のパーツをタッチ。赤い丸を持って幅を小さくします。放射状の数値を変えます。右上のボタンからドラッグをタッチ。形を整えます。右上のボタンからクリースをタッチ。果実の筋を描きます。左上のシーンから何も選択してない状態で円柱を追加します。左下のギズモをタッチ。右上のバーのギズモをタッチ。赤い回転軸に90を入力します。回転しました。果実の中心に移動させ、大きさと厚さを調節します。皮を作ります。左上のシーンから円柱を選んだ状態でクローンをタッチ。編集バーの穴をタッチ。少し大きくしてギズモをタッチして編集モードにします。水色の丸で厚さを調節します。大きさを調節します。パーツごとに色をつけます。左下のカラーで色を選んで全てをペイントで色をつけます。果実を選んで厚みを厚くします。放射状をタッチして検証をタッチ。円柱も検証をタッチ。パーツにそれぞれ名前を付けます。
果実のパーツをクローンで複製します。一つの果実のパーツの表示をオフにします。オフにしたパーツと白いパーツを選択します。ブーリアンを押します。白のパーツから果実のパーツがくり抜かれました。白のパーツをボクセル200くらいの数値にしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズをタッチ。全体を軽く滑らかにします。右上のボタンからスタンプをタッチ。右上のバーの左から2番目をタッチ。アルファをタッチ。スタンプの形を変えられます。メニューからこのスタンプを選びます。減算を有効にします。左のバーのミラーをタッチ。ローカルをタッチ。XYZ すべてを有効にします。凹凸を全体につけます。革にも同様に凹凸をつけます。ボクセルで150くらいにリメッシュ。ミラーで Z とローカルを有効にします。革に凹凸をつけます。果実をタッチ。左上のバーのマテリアルをタッチ。屈折をタッチ。ガラスのように透明になります。サーフェスと内側で質感を調節します。左下のカラーで色を調節します。メタリックの値を高くするとツヤが出ます。太陽のマークをタッチ。露出で明るさを変えられます。